放された最弱勇者、ガチャ進化で無双の頂へ。第42話、絶礼を滑る者、交流ロゴをバルスルグ。最初の衝撃は天を砕く雷鳴のようだった。凍てつく圧力が全身を押しつぶし、呼吸は奪われ、体は宙に浮く。それでもユーマとリーナは盾を離さなかった。壊れたはずの盾が氷雪を吸い込むように震える。表面を白い亀裂が走り、そこから青白い光がほとばしった。ユーマの腕がくしむ。ユーマ。リーナは必死にその手へ自分の手を重ねる。二人の体温と石が交わり、盾はさらに強く輝いた。雪崩の本流は大地を砕き、木々をなぎ倒し、岩を申しつぶしながら突き進む。しかしその中心で、ただ一枚の盾だけが抗っていた。氷結の本流が渦を巻き、盾に吸い込まれていく。冷気は結晶となって走り、変につららが芽吹くように伸びた。セレスは洞窟の奥からその光景を呆然と見ていた。信じられなかった。鳩が雪崩に飲まれながら生きている。いや、それどころか雪山の力を飲み干している。あれが進化の力。言葉がこぼれたが、自分でも理解できなかった。目の前で壊れた盾が生まれ変わっていく。明かりと氷が交わり、空気が震えていた。まるで盾そのものが山の怒りを飲み込んで再生していくかのようだった。やがて轟音の嵐が遠ざかり、白銀の静寂が戻る。ユーマとリーナは雪の中にまっすぐ立っていた。盾は完全に姿を変えていた。かつての錆も欠けも消え、氷と金属が融合した青い銀の大盾。中心には行く結晶の門が浮かび上がり、凛とした冷気をまつわって光を放つ。つららの盾、雪崩や氷雪の衝撃を吸収し、氷の障壁に変える。テクからの物理魔法攻撃を受け止めると、表面につららが形成され、反射的に凍結反撃を行う。短時間であれば巨大な氷壁を展開し、仲間を包み込む防御障壁として機能する。盾を大地に突き立てることで大規模な氷結結界を展開できる。リーナが息を荒げながら笑みをこぼす。成功したにゃ。ああ、これが英雄の盾だ。セレスはその光景を見つめたまま震えが止まらなかった。信じられない。鳩が雪崩を受け止めて生き延びるなんて。彼女は立ち尽くしたまま目をそらすことができない。自分が呼び起こした雪崩をユーマは真正面から受け止め、その力を盾の糧に変えた。理解を超えた光景に胸の奥がざわめく。あなた、一体何者なの？その問いにユーマは苦笑を浮かべた。俺もまだその答えを探しているところさ。雪や明かりが一面を白く塗りつぶす。先ほどまで山を揺らした雪崩は静まり返り、辺りには張り詰めた静寂だけが残っているはずだった。ユーマの皮膚の奥で別の何かがざわめいていた。まるで山が大く息を吸い込んだまま止まっているかのような、あの独特の気配。妙だにゃ。風が止まったにゃ。リーナのささやきにセレスは震える息を漏らした。握る杖に薄い霜が浮かび、パキリと小さな音を立てる。次の瞬間、谷全体が低くなった。氷液がわずかに震え、地の底から響くような脈動が空気を満たす。ユーマは反射的に盾を構え、絶面を凝視した。轟き、山脈の奥が裂けた。すると氷雪を押し上げて舞い上がる巨大な影。幾千の冬を宿した鱗が陽光を反射し、広げられた総翼が稜線ごと揺らす。吹き荒れる白嵐を身にまとい、氷の竜が大地へ降り立った。ドラゴン。リーナの声はかすれ、かろうじて形を保っていた。セレスの瞳は恐怖よりも異形の色に染まり、唇が震える。伝承は本当だった。竜が巨体を
直した。来るぞ。氷竜の爪が雪面をえぐり、おが稲妻のような速度で襲いかかる。ユーマはリーナを吹き寄せ、盾を前へ突き出した。凍える衝撃が盾を貫き、結晶が光をはらむ。ゆく煙の中、霜の筋が空へと飛び散った。まだだ。ユーマは踏み込み、吹きつける氷息を盾で受け止める。つららの盾が澄んだ音を鳴らして、表面にささやかな指紋を刻んでいく。ユウはゆっくりと首をもたげ、青い瞳でユーマを見つめた。その一瞬、吹雪が嘘のようにやみ、空が透き通る。そして山そのものが言葉を発するかのような声が響いた。朝方ぶりの手応えよ。耳ではなく、胸の奥へ直接届くような響きだった。ユウは瞳を細め、ユーマと盾を交互に見やる。世はバルスルグ、絶霊を滑る者、千の冬を越え、この地を見守り続けてきた。その盾、忘れてはおらぬぞ。かつて世と歯を交えた英雄の証だ。いい長息を飲み、セレスは青ざめながらも視線をそらさない。氷鱗をバルスルグ、セレスがつぶやく。400年前に村を襲い、勇者と戦った。あの伝説のユーマは盾を胸に吹き寄せた。これは俺が託されたものだ。お前が知る勇者の残した力を、今、俺が受け継いだ。ユウは深く、山を震わせる息を吐く。つぶ。だと、たらばしめぜ。小さく者よ。かつて世を退けた英雄と同じ覚悟を、大翼が広がり、谷間が影に沈む。氷の粒が星のように三きらめき、蒼白の光が周囲を包む。ユーマはリーナを見やり、無言でうなずいた。リーナもまた弓に手を添え、瞳に光を祝す。さあ、証明せよ。山が叫び、白銀の世界が再びうなりを上げる。ユーマは盾を掲げ、リーナは矢をつがえ、セレスがいてつく符を描いた。神話の1ページが今開かれようとしていた。山頂の風は氷の葉のように頬を裂いた。雪嵐の向こうで青い巨影が翼を広げる。大気が重く沈み、膝が勝手に震える。吐息だけで空気が凍る。生命の利が揺らぐ。圧倒的な威圧感、名を刻め。小さくしゃらよ。世の名は氷鱗をバルスルグ。盾を携え死者よ。宿命を告げに来た。声が山を揺らし、雪庇がさらりと崩れる。ユーマは剣を握り直す。雷光が刀身を走り、稲妻の匂いが花を刺す。退く気はない。ここで止めてみせる。よかろう。氷と雷が交わるまで、夜と踊れ。白い激流が吐き出される。世界が白に塗りつぶされ、ゆく煙がはぜた。ユーマは盾を叩くつけ、氷の防壁を展開。縁にしも花が咲き、霊気をかろうじて受け止める。だが腕がしびれ、感覚が奪われていく。持ちこたえて、セレスの栄翔が空気を震わせ、氷霊のレンズが青くしばたく。防御結界を補強。イーナの雷矢が山尻、竜の肩翼を裂く。稲光が皮膜を焦がし、バルスルグが巨体をねじった。面白い。鳩の矢が世の鱗をうがつか、今日が横殴りに振り抜かれ、ユーマは盾を滑らせて受け流す。衝撃で足首が雪に沈む。氷のトゲが盾に茂り、背中に激痛が走った。ユーマ、左。リーナが叫ぶと同時に雷矢を連射。足元の雪が弾け飛ぶ。眩しい光が視界を奪う。ユーマはその残光を頼りに踏み込み、雷光の剣を振り切った。羽が稲妻をまとい、竜の線足をかすめる。高音とともに火花が散り、青い血が雪ににじんだ。続けざまに盾を構える。竜のカツララの壁を砕きながら突き上がる。衝撃を吸い上げた盾の円から逆襲のトゲが吹け、バルスルグがわずかに体勢を崩した。よくぞ。だが
まだ世を揺るがすには足りぬ。まだにゃ、いいなの矢が再び雷鳴を呼び、翼巻く大月、裂けた幕から雷が走り、氷雪を弾く飛ばした。セレスの栄翔が低く重なる。フロスとチェーン、レンズを装着した右手のひらから光が脈打ち、氷鎖が竜の足を絡めとる。玉が半身、雪に沈んだ。ガルスルグはの洞窟で腹空なり、青いと息を吐くかける。凍えロフトの子、白煙のような霊気が本流となって襲う。ユーマは盾を突き立てて仲間をかばった。触れた瞬間、霊気は半球状の氷結界へと返事。彼らを包み込む。髪が逆立つほどの寒気が背をかすめた。すぐさま防御の隙を縫ってユーマが一閃。雷光が縦に走り、竜の首鱗を深く削る。ガルスルグが吠え、翼で大気を叩く。雪崩のような圧力が押し寄せる。やるじゃないか、鳩の戦士。ユーマは荒い息のまま歯に雷を集中。全身が稲妻に包まれ、血を蹴った。瞬電加速、視界が伸び、竜の腹かへと滑り込む。歯がひらめき、竜の筋を裂くつつ跳ね上げる。イーナの雷矢が追い打ち、セレスの氷槍が隙を刻む。巨竜の方向が山を震わせ、尾から吹けた稲光が雪面を走った。吹雪が鳴り響く中、竜の太みがユーマを射抜く。宿命を断ち切る力、見せてみよう。ユーマは剣を肩に担ぎ直し、血の匂いと静電気の流